皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、2025年新年明けましておめでとうございます。新年、一発目の動画ですね。フライト動画になります。で、今回はですね、12月にね、仕事でちょっと、福岡、大阪に行かなきゃいけなかったので、その時のね、その時に利用した、キャセイパシフィックの、ビジネスクラスの模様をね、今回と、次回はね、大阪からシンガポールに戻る、キャセイのビジネスクラスの模様を、ご案内したいと思います。で、キャセイパシフィックの利用ターミナル、チャンギ空港の利用ターミナルはターミナル4ですね。T4 になります。でね、僕はT4 一番新しいので、一番好きなターミナルですし、何よりね、イミグレがね、使いやすいんですよね。なので T4 が好きなんですが、今回乗る飛行機は、キャセイパシフィック CX714 便ですね。もう深夜発です。1時半過ぎの出発なんでね、もうこれも着いたのも11時ぐらい、夜11時ぐらいですね。で、本当ストレスフリーですね。ちゃちゃっと、チェックインして、でちゃちゃっと、自動的に荷物を預けるみたいなね感じでしたけども、で、イミグレーション通って荷物検査も終わって、中に入りましたけどね、チャンギの T4 だけですよね。先に荷物検査してくれるの。あとはなんかね、もう搭乗ゲートの前がね、手荷物検査みたいな感じなので、僕がそれちょっと苦手なんですけどね、 T4 がそれがないので非常にストレスフリーですが、でキャセイパシフィック、チャンギにはプライベートラウンジを持ってますね。 T4 に持ってまして、初めて利用させてもらいますけどね、なんといってもね、キャセイのビジネスに乗るのが初めてですので、当然初めてのプライベートラウンジということになるんですけどね、新しくて非常に綺麗でしたね。はい。で、本拠地のね、香港とは違うので、料理とかはね、あんまりそんなに種類はなかったかなという感じですかね。この後ご紹介しますけども、ヌードルバーはねありましたけどもね、ホットミールが4種類ぐらい、あとサラダ系、チーズ関係、そしてドリンクというね、一般的な、ラウンジの、食事のね構成になってますけども、人がとにかく少ないっていうね、気はしました。でこちらヌードルバーですね。天津とヌードルはこちらでオーダーするような感じになってまして、中国式ですので、ヌードル頼んだら自分でねちょっと薬味入れたりして、カスタマイズできるみたいな感じになってますが、とりあえず私が取ってきたのが、天津と、ちょっとしたね、ビュッフェにあった、肉団子とかなんか取ってきましたけどね、この天津もチャンギに行かれた方はあると思いますけどね、フードリパブリックとかね、ターミナルにありますけど、そこの、ヤムチャと、全く味は一緒ですね。はい、全く味一緒。冷凍食品ってやつですね。で、この肉団子はね、なんか美味しく感じましたけどね、全然辛いとかじゃないですね。石井のお弁当くんミートボールの方が僕は好きですけど、でもこれはそれなりに好きでした。はい。で、このなんかね、このなんかチャーハンでもないなんでもないなんか本当はカレーかけて食べんじゃないのみたいな、このライスちょっと結構意味不明でしたけどね。そんなに美味しいみたいなのもなくて、なんか黒胡椒をかけちゃいましたけどね。で、なんかちょっと案内するのもなんか味気ないなと思ったんで、ワンタンヌードルをね今食べておりますが、これも香港系ですので非常にあっさりしてる、鶏だしであっさりしてるような、ヌードルでしたけどね。普通に
食べられましたけど、薄くしてるっていうか品のいい味付けなんですけど、ここからねみんなカスタマイズしていくのが普通なんでしょうね。辛いの入れたりとか、なんかねニンニクチップ的なやつ入れたりとか、なんかいろいろありましたけどもね、僕はもうそのまま提供されたまんまのを食べておりますけどね、ちょこっとカスタマイズした方が美味しく食べられるかもしれませんね。でいつも飲んじゃう、ジントニックを飲みながら、過ごしてましたけども、で搭乗ゲートに向かっておりまして、ジントニックをね3杯か4杯飲んじゃったんですよね。はっきりとそれが効いちゃったっていう感じになるんですけども、いよいよ搭乗の時間になったんですけど、この時間帯の714便はね結構コロコロ機体変わるみたいですね。私が乗ったのは777-37で、結構案内ではねエアバス350を案内してる時もあるので、なんか機体コロコロ変わるのかなとか思ったりもしましたけどね。はい。で、搭乗ゲートに向かっておりますが、何せ1時20分発だったかな、1時40分発か1時20分発だったんですが、もう眠くて仕事終わりっていうのもあってですね、もう眠くてしょうがなくてですね、とりあえず機内に入って座ろうという感じでですね、でキャセイといえばっていうか、キャセイのビジネスは、リーヘリングボーンですねのスタイルですね、121のコンフィギュレーションで、一般的なビジネスクラスの設定ね、座席の設定になってますが、結構ねもう年代もんですよね、実は。なので僕はそんなこだわらないんですが、ちょこっと案内すると、コントローラーとか、ディスプレイですね、モニターとかは旧式、今で言うなら旧式ですね。このディスプレイも小さいですよね。でもこれぐらいでいいんじゃないかなって思うことも多いんですが、はい。でまたね眠たいのにシャンパンを頼んじゃうわけですね、これがね。これがもう効いちゃうというね、もうなんかねこういろいろ案内をしたいんですけど、この時はまだねホットタオルが来て眠いというかですね、大丈夫かなと思いながら、シャンパンを飲んではいたんですけれども、で、もうメニューがね配られてて、深夜発なのに結構しっかり食事出すみたいなんですね。なぜみたいって言ってるかっていうと、もう簡単に言うとですね、すぐ爆睡しちゃったんですよね。もうブリッジ離れてボケーっとしてたらすぐ寝ちゃって、この時はどうしようかな、ビーフにしようかな、チキンにしようかな、チキンは中華だからな、ビーフだなとか思いながらちょっと見てたんですけど、で飲み物何があるかなとかですね、こうやってこう見てたんですが、速攻で寝てしまってですね、もう起きたら着陸してましたので、着陸っていうか本当着陸設置するところですね、ガタンっていうところで起きちゃったので、実は714便で提供された食事の映像が全くないというですね、非常に申し訳ないんですけども、完全に寝てしまってまして、714便を紹介することができないというね、さすがおっさんですよね。こうやって撮ってますけども、次切り替わりました。はい、もう香港に着いちゃったっていうね、何やってんだって感じですけどね、もう眠たいものは仕方ないんでね、この後福岡便も乗るんでいっかとか思いながら香港の空港今こうやって歩いてるんですが、もう朝5時10分着ですのでガランとしてる。で最初ここの、ラウンジに来たんですね、ザ・ウィングっていう来たんですけど、シャワーがないって言われちゃったんですね。で仕事帰りだとねシャワーを浴びたいなと思ったので、ちょっとシャワーなしきついなっていうのがあって、でこちらのザ・デックっていうところに来ましたね。ここに来て、ちょっと朝ごはんを先に食べて、でその後に、
シャワールームに入ったと。シャワールームすごく綺麗でした。シックな作りでね、すごく綺麗で良かったですよ。はい。でその後ちょっとまた仮眠を取りましたね。6席しかないんですけどね、運よく取れたのでちょっと2時間ぐらいかな、ちょっと仮眠を取っていよいよ登場、福岡便ですね、の登場になります。CX588 便ですねになりますけれども、結構ね、私は、シンガポールから日本に帰るときにいろいろな航空会社、乗ってみたい航空会社をねいろいろと利用させてもらってるので、マイルって全然たまんないんですけど、もう大体なんか乗ったかなみたいな感じがあります今回で。日系2社、あと韓国はアシアナ乗って、で中国系も東方航空乗って、違う路線でねアモイ航空っていうのも乗りましたし、ベトナム航空も乗りましたし、タイエアウェイズも乗ったし、もちろん S q 乗ってますしっていう感じで、なんか大体乗ったかな、乗り尽くしたかな今回でと。で乗ってないといえば有名どころで言うなら KE とか、あとフィリピン航空ですね。結構出てくるんですけどね、フィリピン航空は乗ってない。他にもね探せばいろいろありますけれども、なんかメジャーどころは今回でこう乗り尽くしたのかな。強いて言えばあと KE ぐらいかなみたいな感じにはなりますけどもね。はい。でシートは一緒です。T ヘリングボーンですね。でこのねやっぱ年代物なので、これね出た時はねキャセイのこのあれビジネスクラス出た時はねおおってみたいになりましたけど、もう今やちょっと古い方になるのでタッチパネルのね操作性があんまり良くなかったですね。反応が良くないというかですね、ちょっと遅いなみたいな感じはしましたけれどもね。はい。でまたシャンパン飲んで、いよいよブリッジ離れてタクシングということになりますけどね。では、福岡に向けてですね、離陸となります。じゃあね離陸しまして、香港福岡って3時間半ぐらいなんですね。なのでもうあれですね、離陸したらほぼすぐにねこういうスナック系出てきます。最初にこれお酒何飲んでんだろうって感じですけどね、ちょっと忘れちゃいましたね。忘れちゃいましたけどね。ミックスナッツとお酒をたしなみながら、十何年ぶりにカリオストロの塩をね見ながら楽しんでいますけど、で、私は今回は珍しくというか、考え抜いた結果和食を選びました。香港発なんで中華がいいんじゃないのっていうのあると思うんですけど、なんか惹かれなかったんですよね、中華のメニュー構成にですね。なんかと思ったので、ちょっとね今回は和食ということで、和食なんだけどガーリックブレッドは来ますよみたいな。でこのガーリックブレッド結構美味しかったですね。と、ルービーを飲みますということで、この前菜のね、和食
あれですね、可もなく不可もなくという感じでしょうか。はい。ただアジア系和食あるある、冷たすぎっていうことがね結構僕あるんですけど、その冷たすぎっていうのはなかったですね。そこそこ美味しく食べました。でこれメインですね。メインはもうこれで決めたと言っても過言じゃないんですよ。カラスガレーですね。カレーの煮付けだったんですね。でこれがね和食じゃないよこれっていう和食で選んだつもりだったんですけど、これはもうどう見ても中華だったっていうね。でいいんですけどね、中華味だなこれで。なんか実はこれ選んだ時もそのスチュワートさんにおすすめはって実は僕聞いて、それでこれだよって、なんかミシュランの星持ってる方、シェフが考案された料理だったみたいなんですけど、実際中華料理の味だったっていうね、それもちょっと残念だったんですけどね、そこそこっていう感じで、いただきました。でそんなこんなしながらね食べてると、もう速攻で博多でございます福岡の街並みがね見えてきましたけど、久しぶりっていう感じではなかったんですけどね、なんか今年は紅葉が遅くて少しね色づいた山々も見えましたけどね、あっという間のフライトでしたね。はい。で初めてキャセイ乗ったんですが、なんかね昔は結構こうエスキュッと双璧みたいなアジア系かなと思ってたんですけど、ちょっと落ちるかなみたいな印象はありましたけど、ただね大阪発シンガポール行きも、キャセイのビジネスクラス利用しますので、またその模様ねちゃんと今度はお伝えしたいと思います。てなわけでですね、ちょっと雑なご案内になって申し訳ございませんでした。今回もご視聴誠にありがとうございました。